こんにちは、中川智也です。東京拠点にネイリスト兼漁師をしています。 3D プリンターを使った立体的でインパクトのあるデザインが得意です。こんにちは、ヒロです。シュクルというネイルサロンをやっております。ニュアンスネイルと Y2K をミックスしたメイドインジャパンのデザインを作ります。こんにちは、まなみです。恵比寿でラテとロワリーというネイルサロンをやっています。抜け感のある抽象的なデザインが得意です。またアブストラクトペインターとしてアーティストとしても活動しております。今回は秋ということもあって、ハロウィンの毒々しさを入れたペロペロキャンディーをイメージして作りました。 3D プリンターを使用しつつ、クリア塗装とトップコートでキャンディーのような質感を演出します。レインボーのカラーを使用して可愛いキャンディーを演出してみました。粘土ジェルを使って光の凹凸をつけることでよりキャンディーに近い質感を作りたいと思います。今回キャンディーがテーマということで、子供の頃を思い出して宝石みたいなキラキラしたキャンディーがあったらもっとワクワクしていただろうなと思い、幻想的な天然石をイメージしてデザインしてみました。それでは始めていきたいと思います。僕は、ネイルを作るときに 3D プリンターを使っているんですけど、 3D プリンターから出てくる時ってこういう風にサポートがついてるんですね。でまずこのサポートを取るところからスタートします。で取るとこのちょっとポツポツが残ってしまうので、それをネイル用のファイルを使って取っていきます。今日はダッグフィートっていうフォルムを使用してまして、アヒルの足みたいな感じ。これはあんまり日本だと馴染みがないかもしれないんですが、結構海外だと一つのスタイルとしてあるものです。それをちょっと今回は面白いかなと思って使ってみました。チップをハロウィンも近いということで、ポイントのより尖ったような形に整えてきました。まずキャンディーの包み紙になる部分を作っていこうと思います。クリアジェルとホログラムとシェルのちょっとダークなカラーに今回はしていこうと思って全部の指にのせていきます。今回レインボーのキャンディーにしたかったのでピンクから塗っていきますね。きっちりした境目は作らずにレインボーを作っていきます。で固めないでもう全部色のせちゃいます。色を塗りながらこう混ぜながらみたいな感じですね。3D プリンターは 3D をデザインするソフトを使って、デザインをしてそれをプリンターに転送して印刷をするといった流れですね。まず最初ネイルアートを始めたのは結構ペイントからスタートして、だんだんそのジェルで立体を作るようになっていったんですけど、手で作るものに限界を感じて、でそこからちょっと 3D プリンターに興味を持って使うようになりました。先っぽと根元はしっかり色がついてた方がチップ的にはまとまるので、ちょっと濃い色を使用しています。キャンディーで私がすぐイメージしたのはポップなレインボーキャンディーだったんですよね。結構懐かしい感じの仕上がりにもしたかったので、90年代のギャルっぽい感じもう美味しそうグラデのレインボーができました。ここはこの後のお楽しみになります。デザインのポイントはなんかキャンディーをイメージしたネイルを考えたんですけど、ハロウィンが近いということでお化けみたいなデザインにしてみました。キャンディーって聞いてすごいやっぱりポップなものを思い出しましたね。私が結構抽象的なデザインと透け感とかそういうデザインがよく作るので、ちょっとどうしようっていう感じではありました。子供の頃を思い出して、結構子供の頃ってキラキラしたものが好きだなというふうに思ったので、幻想的な鉱物っぽいデザインを作っていこうと思っています。削る作業が終わったので次は塗装に行きたいと思います。今回使う塗料が、ガイアカラーでプラモデルとかに使われるエアブラシ用の塗料ですね。これを今回使っていきたいと思います。この顔を晒すのは恥ずかしいんですけど、
どうしても手塗りだと厚くなってしまったりとかムラになってしまったりするんですけど、エアブラシを使うことによって元々の形に近い状態で塗装ができるので、僕はもう手放せません、エアブラシが。これは今クリアホワイトを塗っています。なんかちょっと乳白色っぽい色に仕上がりますね。じゃあレインボーが固まったので、ここからちょっと凹凸を出していきます。これが粘土ジェルっていうやつで、粘土みたいな質感、飴細工みたいな感じ。思い切ってのせます。伸ばしていきます。ペンの裏側なんですけど、いろいろ試した結果、このペンの裏側が一番飴っぽかったという。光の屈折ができてより飴っぽい。もう基本的になんか生きてて、何かを見たらこれって爪で表現したらどうなるかなとか、もうずっと考えてますね。インスピレーション日常です。次に粘土ジェルで包み紙がちょっとくしゃくしゃとなったような感じにしていきたいです。こういった感じで形を作って固めていきます。上からこのシアーなブラックを少し塗っていきます。これはもともと黒が薄まった状態でできているカラーなので、奥行きを出す時とかすごく便利です。このさっき粘土ジェルで作った凹凸の上にちょっとよりシックになるように塗っていきます。お客様には気分を表すことが多いので、ネイルがついている1ヶ月間どういうマインドでいたいかとか、そういうのをお伺いしてイメージを作り上げてます。ハロウィンが近いということもあるので、ちょっとオレンジとかパープルとか使ってハロウィンらしい色を出してみようかなって思っています。クリアオレンジを塗り終わりました。最後の色ですね、パープルを使っていきたいと思います。すべてのエアブラシが終わりました。最後がこのパープルですね。じゃあ固めてる間にこれやろうかなと思います。まずベースをクリア、よりクリア感出したいのでチップの裏にもクリア塗ります。これはノンワイプジェルっていうやつで塗ってそのまま固めるとベタベタせずにもう完成してるっていうやつ。これでスケスケクリア。色のついた粘土ジェルをだいたい同じぐらいの量を出していきます。ちょっとホイールの上でお花を作っていって、チップに合わせて若干丸くした形で固めます。でここに鉱物の石を乗せていきたいと思います。プレストさんのレジンジェルっていうすごい硬いジェルでつけていきます。大きな石でもすごい密着力が高まるので動かない状態になるので、そういう石系を乗せるときはすごくおすすめです。ただ角が立ちやすいので横から見て角が立ってないかを確認して乗せてください。アメジストとかアパタイトとかシトリンとか、今回はクリアっぽい色味を持ってきました。この石にさらに色をのせて自分なりの天然石の石を作り上げていこうと思います。次は組み立ての作業に入りたいと思います。ジェルを使ってパーツを固めていきます。このまま硬化します。こんな感じですね。これにさらに、上にトップコートが乗るとツヤが出て綺麗になります。で今から色をつけていこうと思うんですけど、親指からソーダライトっていうちょっとネイビー系の石にしていこうと思います。指ごとにでも全部違う感じにしたかったので、包装紙は同じデザインなので上で結構色味を変えたいなと思ってバランスを見ながら、このちょっと固めのクリアジェルで今のせた色を筆で伸ばしていきます。にじませるような感覚ですね。ちょっとだけ色足してよりぷっくりさせて飴っぽさを出していきます。よりキャンディー感出るの分かりますか？ちょっとお花の周りにポイントでストーンつけます。トッ
プコートがプリジェルの、キャンジェルノンワイプジェルです。ツヤ感がすごく出るのと、あと気泡が入りづらい気がします。僕はより艶やかにキャンディーらしく。で人差し指はこれはシトリンのちょっとこう黒っぽいのが入ってるのをあえて選んで持ってきたんですけど、これをさらにもうちょっと色をつけてタイガーアイっていう石にしていきます。中指がちょっとカーキっぽいオーシャンジャスパーっていう石にしていこうと思います。こんな感じのお花ができたんですけど、真ん中にボディピアスの先っぽがいいかなと思ってバランス見てつけようと思って何も考えないできました。悩むこれかな。で、薬指がアメジストのパープルっぽい感じにしていきます。で最後に小指、もうちょっとスモーキークォーツみたいなグレーっぽい感じの色にしていきます。あと3ラストですね。中指を最後にコーティングをしていきます。はい、終わりました。完成しました。はい、これで完成です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。こう写したいな。すごい。あ、可愛い。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。どうでした？緊張した。間に合わなかったらどうしようみたいな。ハプニングだらけ。めっちゃ緊張しました。見てみましょうか。はい。めっちゃ可愛い。やば。そっ超可か。愛い。なるほど。あー、全然違う。全然違う。僕は秋だからちょっとハロウィンらしさのあるネイルにしてみました。めっちゃ可愛い。見たい。可愛い。可愛い。綺麗ですね。フォルムと形と透明感とかも手書きじゃ、手じゃできない質感がやっぱ出せるので、お化けも手だとちょっと難しいかもしれない。上のひょろっていう部分とか、そうだね、結構難しい。アクセサリーみたいな感じに見えます。もうパッと思い浮かんだのが可愛いポップなレインボーキャンディーだったので、カラーでそれを表現して、上のポコポコは粘土ジェルを使ってやったんですけど、キャンディーっぽい質感を出せたかなと思います。めっちゃ可愛い。可愛い。はい。太いのね、可愛い。可愛い。すごいテンションが上がりますね。この形も超可愛いですね。ダックフィートっていう形に、ちょっとアヒルの足みたいなダッ形。クビートっていうんですか。そうなんですよ。超可愛い。ハプニングは何が起こった？このパーツをアルミホイルの上で作ったんだけど、アルミホイルが裏から剥がれなくなった。あ、なるほど。すごい。1時間で。確かに。めっちゃすごいですね。サロンワークやってると意外と早いよね。あ、確かに確かに。めっちゃ行き急いでるから毎日。これはなんで押したの？ペンの後ろ側をなんかぶっ刺しただけで。天才なんですけど、発想が。いや。これも粘土ジェルですか？はい。ずっと粘土してたの？ずっと粘土していましたね、今日は。ずっとつけてる。似合う。似合う。サイズのね。すごい石だ。超綺麗。子供の頃すごい宝石みたいなキラキラしたものとか好きだったなみたいな、そういう宝石みたいなキャンディーが作れたらなっていうのと、下のところはキャンディーの包み紙をイメージして、私も同じ粘土ジェルで造形して。包み紙の発想すごい。すごい。美しい。この石って本物の石？これは本物の石なんですけど、さらに上から自分でアートを入れて、よりリアルな石っぽく。本当に綺麗。宝石だ。すごい。奥行きもあって。これシェル入れて。シェル入れて奥行きを出して、固めのジェルでこう
表面張力を使って伸ばすみたいな感じで、大人になっても買いたいかなみたいなキャンディーに。大人味。大人味。大人味。やっぱなんかお題があって作るってまた自分の引き出しが増えるというか、キャンディーってすごい分かりやすいテーマ、簡単だなと思いましたね。私的なお題は簡単だからこそめちゃくちゃ造形こんなやつとか考えてたけど、私はちょっとサロンワークの人間なんで現実的なラインで、これも現実的かって言われたら私の中ではちょっと現実的なんですけど一番派手なやりたいっていう人いっぱいいると思う。いけます、一つのお題でこんなにもたくさんのデザインが作れるなんて、本当なんかもっともっと可能性があるな、ネイルもって本当ですね。新しいジャンルのアートですよね。ネイルアートってもう昔からあるけど、ここ最近すごいなんかそのネイルの枠を飛び出してきて、本当になんか見てても楽しいし作ってても楽しいし、でそれでいてジェルネイルとかだと期間が3週間とか決まってるからなんかすごい儚いアート、そう一瞬の楽しんでほしいですよね、思いっきり、そこがね、そこがいい、本当にからいいっていうお花みたいな感じですね。儚いものなんです。